皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。僕は今クアラルンプール国際空港に降り立ったところです。 JGC プレミア市場の一環で定番の海外発見地であるクアラルンプールに来ているわけですが、今回は2泊3日でちょっといいホテルでのんびり過ごす旅行にしようと思っています。というのもクアラルンプールには世界的に有名なホテルがたくさんあるんですが、宿泊費が他の国と比べてかなりお得なんです。今回はリッツ・カールトンと W に泊まりますが、リッツ・カールトンは1泊2万円から、東京のリッツ・カールトンは最低10万円からという感じですよね。同じく W クアラルンプールも1泊3万円台から泊まることができます。実は数日前に香港日帰り旅行をやったばかりで疲れもあるので、今回のクアラルンプール滞在はゆったりステイにしようと思っています。入国完了したので、まずはホテルに向かおうと思います。ホテルまでは電車でも車でも1時間くらい。グラブだと3000円弱。キャリーケースもあるのでグラブを呼ぼうと思います。と思ったんですが、エラー。何度予約しようとしても原因が分からず、エラーとだけ表示されます。仕方がないので電車で向かうことにします。このケーリアエクスプレスと書いてあるやつですね。乗車はクレカタッチで OK。 停車駅の多いケーリアトランジットと KL セントラルまで直通のケーリアエクスプレス。今回はエクスプレスの方にします。と思ってたのですが、グラブのエラーの解消に成功しました。なのでグラブで移動することにして改札を出てきました。スマホの言語設定を英語に切り替えたらエラーの詳細が表示されるようになりました。多分対応するエラーメッセージの日本語版がなくて詳細が表示されなかったんでしょうね。無事エラーも解消して配車できたのでピックアップを待ちます。空港と市内は約60キロくらい離れているみたい。ドライバーさんは高速道路をかなり飛ばしているけど、それでも1時間くらいはかかりそうですね。ちなみにこの国では高速では110キロまで出していいみたい。だいぶ都会になってきました。時刻は20時を回ったところ。そういえばさっき空港で現金を下ろしてきたんですけど、最小単位が1000リンギットだったんですよね。3万5000円分くらいなんだけど、正直こんなに現金を使う機会がない気がする。高層ビル群が見えてきました。ツインターっぽいのも見えるね。ホテルまでもう少しだと思います。到着しました。1泊目のリッツ・カールトン・クアラルンプール。落ち着いたお部屋ですね。一番スタンダードな部屋だけど十分広いね。ちょっと作りの古さは感じるけど、そのあたりも安さの理由なのかな。こっちがクローゼット。やたら広いね。ある程度長期滞在になってもストレスにならなそうな作りだね。こっちがバスルーム。まずはシャワーブース。こっちにはバスタブ、テレビ付き。バスソルトもあるけど、正直あまりバスタブは使われてなさそうな気がする。アメニティも質素な感じ。なるほど、ここのリッツ・カールトンがお手頃価格なわけが分かってきました。ホテルが多くて競争の激しいこの街では、古いハードのこのホテルは競争力があまりないのかもしれない。でも十分に綺麗だし、僕には十分すぎるけどね。この部屋天井がすごく高いんですよね。開放感があって好きです。ちなみに Wi-Fi はちょっと遅い。アップロードも11メガなので、写真とか動画をクラウドにバックアップするのは厳しそう。朝ごはんは近所で食べてみたいと思ってたからつけなかったけど、75リンリットで食べられるみたいです。
逆に晩ご飯は今から出かけるの面倒なので部屋で食べようかな。ルームサービスのメニューがこちら。写真があればいいんだけど、文字だけだとどんな料理かイメージが湧きづらいね。というわけでメニューの PDF ファイルをチャット GPT に渡して説明してもらいました。食材を英語で書かれてもなかなか全部の単語はわからないから、こういう時にチャット GPT は便利。いくつか気になるメニューがあるので、それについて詳しく教えてもらいました。クイティオとサンミー、ファラフェルについて聞いています。こっちがカジュアルに話しかけると、こいつもカジュアルに返してくるね。内容に加えてイメージってのを書いてくれるのが分かりやすくて助かる。追加でシャワルマについても質問。要はドネルケバブと一緒だって教えてくれました。ついでにチャット GPT に注文の仕方も聞いてみる。メニュー表に書かれてた内容からオーダーするための内線番号が0だってことまで理解してる。チャット GPT は間違いなく旅のハードルを下げてくれるね。じゃあチャッピーのアドバイスに従って注文してみます。30分ほどして料理が運ばれてきました。こちらはシャワルマと付け合わせのポテト。クイティはもう匂いからしてめちゃくちゃうまそう。これはマハラビア。ホテルのこういう小瓶かわいいよね。クイティはお肉もかなりしっかり入っていてボリューム満点。味付けも程よい辛さで疲れた体にしみる感じ。これ選んだのは正解だったな。シャワルマは食べやすいサイズに分かれています。確かにケバブって感じの味。お肉から出る油とスパイスが口で混ざっていい感じ。マハラビアはブラマンジェみたいなものって言ってたよね。でもプリン系よりももう少ししっかりした食感だ。結構甘いんだね。辛いものの後にちょうどいいな。チャッピーのアドバイスのおかげで美味しい晩ご飯にありつけました。部屋のテレビにキャストできるみたいだったので設定してみます。地図旅最新回の入力旅行を流してみました。普段はパソコンの画面で編集してるから大きな画面に映すのは貴重な機会。一応素材は 4K で撮ってるから極端に画質が悪いところはなさそうで安心です。じゃあ今日もこの後少し編集作業を進めてから寝ることにします。では皆さんおやすみなさい。おはようございます。ちょっと寝すぎてしまいました。現在の時刻は13時51分。あと9分でチェックアウトしないといけません。起きたのは30分くらい前なんですけど、身支度だけして出てきました。レイトチェックアウト特典があってよかった。リッツ・カールトンはマリオットのゴールドステータスで14時まで部屋を使えます。通常は12時だけど、この時間の差は結構大きい。寝坊したせいでホテル内の設備は全然使えなかったですね。プールとかスパは興味あったな。東京のリッツ・カールトンでこんな雑な滞在をしたら後悔するけど、クアラルンプールでまだ良かった。ひとまずフロントに行ってチェックアウトをしてグラブを呼んで、今度は W クアラルンプールに移動します。あれが朝食のレストランかな。さすがにこの時間はお客さんはいません。チェックアウトしました。W へはここから15分くらいみたい。
リッツ・カールトンもあるこの辺りはブキビンタンと呼ばれるクアラルンプール随一の繁華街。ハイブランドや有名ホテルに商業施設などキラキラとしたものが多いです。そしてすごく渋滞している。ダブルクアラルンプールまでそんなに距離はなさそうだったけど、これは時間がかかりそう。でもどうせチェックインも15時からなので、そこまで焦らずのんびり向かいましょう。ダブルクアラルンプールに到着しました。やっぱりダブルは若めのお客さんが多いね。遊び心のあるデザインや色使いが特徴。ウェルカム昆布茶をもらいました。日本人からすると謎の名前の飲み物ですよね。リッツ・カールトンと比べるとすでにここからして新しい感じ。部屋はこんな感じの明るい部屋。床面積はリッツ・カールトンと変わらないけど、こっちの方が使いやすいかも。ベッドにはメッセージ付きのタオルが。ソファーがダブルカラーでアクセントになってますね。メッセージとお菓子が置いてある。後で開けてみよう。明るい部屋だね。窓の外の景色はこんな感じ。目の前が開けたビューになっていて、ペトロナスツインタワーが見えます。いい眺めだ。デスクもおしゃれ。バスタブもおしゃれ。洗面所は機能的でコンパクトにまとめられています。こっちのバスタブは使われてそうな雰囲気。シャワーブースも新しくて綺麗な感じ。ダビネスの桃シリーズ。スナックもちょっと気が利いた感じのセレクトだね。冷蔵庫にはジュース類はやけに豊富に入っています。ルームサービスのメニューも可愛いデザイン。美味しそうだね。レイトナイトメニューって書いてるけど、だいぶがっつり系だな。機会があれば何か試してみようかな。赤い箱に入っていたのはチョコレートでした。後でいただきましょう。部屋の Wi-Fi も速い。やっぱり現代のホテルはこれくらいの速度は最低でも出てほしいよね。これでデータをクラウドにバックアップできます。というわけで眺めも内装も最高なお部屋でした。これで3万円台はお得すぎるね。じゃあ一休みしたら目の前にあるツインタワーの方を散策してみようと思います。ペトロナスツインタワーまで歩いてすぐの立地です。でかいね。ペトロナスツインタワーは1996年に完成した451メートルの超高層ビル。完成当時は世界一の高さでした。41、2階部分に展望台があるのと、タワーの下にはショッピングモールがあります。今日まだ何も食べてないから、とりあえず何かご飯が食べたいね。ニューヨークの摩天楼とはまた違った迫力があるね。この噴水広場は一番の撮影スポットみたいで、人がたくさんいます。ただね、外にいるとめちゃくちゃ暑いから長時間は写真撮ってられないわ。建物の中に逃げ込みましょう。ペトロナスの F1 マシンが飾ってありますね。展望台は左かな。
この先っぽいね。でもお腹が空いてるから先にご飯にしようかな。かなり大きなショッピングモールだったみたい。ここならご飯もいろいろありそう。ユニクロも発見。ディンタイフォンとかじゃなくてマレーシアっぽいものがいいよね。これはタイ料理。牛カツがこんなところにも侵食している。ここいいんじゃない？ナシレマって書いてあるし。マダムクワンズっていうお店みたいです。ナシレマだ。まだ空港のマックでナシレマクドを食べただけだからちゃんとしたのが食べたいね。オタクフライドライスだって。魚のすり身を揚げたやつっぽいけど面白い名前だね。こっちもいろいろ美味しそうだ。あ、これがオタクか。やっぱでもナシレマかな。注文は QR コードからするみたい。オタククラッカーをおすすめされている。お店の中を見回してみると観光客3割ローカル7割って感じかな。でもローカルも小綺麗な人が多いみたい。多分料理も食べやすい味付けのものが出てきそうな気がするね。まずは綺麗なナシレマを食べてみて、明日はもっとローカルな感じに挑戦してみることにしよう。さすがに今日ちょっとのんびりしすぎてるから明日は挽回しないとね。ナシレマが来ました。マックではフライドチキンと一緒だったからビーフにしてみた。なんかよそ行きの顔をしているね。まずは一口。うんま。優しいご飯の上で味の濃いおかずが広がってすごい美味しい。よそ行きなしればうまいじゃん。この小魚スナックみたいなやつはナシレマクドにも入ってたね。定番なのかな。多分混ぜて食べるのが正当な食べ方なんだろうけど、汚らしくせずに混ぜるのが難しい。でも確かに一緒に食べるとより美味しい。あっという間になくなってしまった。くどくないんだけど特徴的な味で毎日でも食べられそうだ。食べ終わっちゃいました。ごちそうさまでした。フラッと入った割に当たりだったね。これで35リンギット1000円くらいでした。じゃあついでにちょっと散策してみるかな。紀ノ国屋が入ってるんだね。ニトリもある。ほんと最近はどこにでも日系のお店があるから便利になったね。住んでる日本人も便利だろうし、観光で来た時にも安心感がある。ここは映画館かな。外に出てきました。 KLCC 公園とつながっていて結構広大な緑が広がっています。池には噴水があって夜にはここでショーが行われるみたい。少し歩いただけで汗ばむ気温なんだけど水があるとちょっとだけ涼しいね。生えてる木がやっぱり東南アジアっぽいね。結構長生きしてそうな雰囲気の木だね。まだまだ奥があるね。のどかだ。綺麗に整備されてて治安も良さそうでいい公園だね。ちょっと汗ばんできたのでここらで建物の中に戻ろうかな。ちょっと散歩しただけでかなり癒されたよ。ペトロナスツインタワーに戻ってきました。展望台に行ってみましょう。すごい並んでる。あれでチケットを買うのかな。日付を選択。
全部売り切れ？明日はタイムスロットがない？なんだこれ。どうやら明日から4日間クローズするみたいでした。それもあって今日に集中してるのかな。持ってないな。まあ仕方ないので一度帰りましょう。ホテルはすぐそこ。帰ってきました。実はチェックインの時にスタッフさんと話してたら VIP アクセスのチケットをもらったんですよね。一番安い部屋に泊まってるのに。なんか話が盛り上がっちゃってもらっちゃいました。これがあるとプールサイドのバーで無料でお酒が飲めるらしい。というわけでやってきました。ツインタワーが目の前に見えるプール。宿泊客じゃなくてもバーには来れるのかな。でも予約席が確保してあってそこに案内されました。 DJ がいてずっと陽気な音楽が流れています。ホテルの名前にかけて WIP アクセス。2杯までドリンクを注文できます。さっぱりしたかったので1杯目はサングリア。なかなか日本じゃ飲まないけどたまにはいいかなと思っておつまみにナッツをくれました。ピリ辛だ。今は19時24分。ちょっと暗くなって雰囲気が出てきました。まだまだキッズは元気に遊んでる。フィンガーフードまで出してもらっちゃった。カリフォルニアロール的なのとパイっぽいのとミニサンド。こんなことされたら W は好きになっちゃうね。まずは真ん中のから程よい主張の味だ。お酒を邪魔しない。これは想像つくね。はいはい。暗くなると綺麗だね。ツインタワーも艶やかに輝いてる。もう一杯頼んだんだけど思った以上に甘そうなのが来た。このテイムドモンキーってやつなんだけどホイップクリームがこんなにたっぷりとは。飼いならされた猿。メニューには19時半までって書いてあるんだけど好きにいていいみたい。バーはこの調子で深夜2時まで開いてるらしい。元気だね。もう20時半くらいなのでそろそろ一旦引き上げようかと思います。夜のツインタワーを見るには絶好の場所でした。ゲストでも入れるエリアなので機会があれば皆さんもぜひ。部屋に戻ってきました。さっきまで目の前の交差点で爆音で音楽が流れていました。このエネルギッシュさは東南アジアっぽいね。ちょっと遅くなっちゃったけど晩ご飯にしたいと思います。せっかくだから W クアラルンプールのインルームダイニングも試してみよう。メニューが豊富だね。肉を食べたい気分。ステーキ 300g はちょっとこの時間からは重いかな。中華もあるね。決めました。このままオーダーします。自分でもなんて書いてるかわかんないサインだ。こんなんでいいんだろうか。じゃあ届くまで待つことにしましょう。クラブサンドとアイスクリームです。もうすぐ22時なので食べ過ぎなんだけどこれを晩ご飯にします。アイスはチョコアイスにしました。じゃあいただきましょう。サンドはチキンと BLT って感じ。ギュッと潰さないと口に入らないね。ナイフとフォークで食べることを想定されてるのかもだけどついガブッといきたくなっちゃう。サンド食べてる間にアイス溶けないかな。開けてみたらまだガチガチでした。よかったよかった。
外国でこの手のものを注文すると漏れなく大量のポテトがついてくるよね。美味しいし好きなんだけど罪悪感がすごいです。街は相変わらず元気ですね。眺めがいい部屋だとそれだけで楽しさが2割増し。アイスにスプーンがついてなかったのでミニバーにあったやつを代用。表面はカチカチに見えたんだけど中は柔らかかった。ちょっとチョコムースっぽくもあってめちゃくちゃ美味しい。これもう一つ食べたいくらい。食べ終わったんですけどよく見たらこれ裏にスプーンがついてました。そういや外国のアイスってこういうの多かったよね。いや美味しいアイスとサンドでした。いやダブルクアラルンプールいいホテルだね。一人旅には十分すぎる快適さだよ。現在の時刻は23時。今日は昨日の反省を生かして早めに寝ておこうと思います。おはようございます。ツインタワー前は朝から観光客が集まっています。時刻は9時18分。今日は朝から少し郊外に出かけてきます。目的地は車で30分くらいの距離。バトゥ洞窟というところ。天然の洞窟の中にあるヒンドゥー寺院なんだけど、その洞窟は4億年前の石灰岩でできているものらしいです。昔から地元の人の信仰の場だったんだけど、19世紀後半に大きな立像が作られてから発展していったみたい。でもマレーシアは街中にもたくさんモスクがあったりして、東南アジアの中でも周りの国とはちょっと違う文化圏なんだなと実感するね。タイは基本的に仏教優勢だけど、それと比べると多民族国家であることを強く感じるね。バトゥ洞窟の裏口みたいなところに着きました。入り口周辺が大渋滞だったんだけど、運転手さんが気を利かせて少し離れたところに向かってくれた。5分くらい余計に歩くだけで30分くらいの渋滞を回避できました。これがその立像。この存在感だと確かにみんな集まってくるね。横にある階段を上って内部に入ります。見栄えする場所ではあるけど、あくまで宗教施設なので敬意を持って見学しましょう。肌の露出が少ない格好がいいね。ここから階段がスタートです。272段。結構急なんだよね。カメラの画面を見ると踏み外しそうなので勘で撮影しています。猿が多いことで有名なんですが、確かに左の木々が大揺れしてる。人間を全く恐れない猿が突撃してくるので要注意です。真ん中くらいまで登りました。すでに結構高いね。洞窟の入り口が見えてきました。意外と疲れた。まだもう少し続くみたい。売店の奥にはまだ階段が続いています。洞窟内部の空間はこんなに広いんだね。正面に見えるのが本殿なのかな。みんな靴を脱いで入っていきます。奥にはさらに階段が。また開けた空間見れました。ここは吹き抜けなんだ。岩肌には猿がたくさん。人間から手に入れた食べ物を食べているみたいです。
これが天然の洞窟だなんてすごいね。信仰の場所にしようとするのも納得。帰りは下り用階段から降ります。猿だ。人間に慣れすぎている。下りの方が楽かといえばそんなこともなくて、階段の幅が狭いから気をつけないと落ちそうになるね。猿が自由自在に駆け抜けていく。小さなリンゴをくわえてる子が何匹かいるね。綺麗な晴れ空になってきました。ジーンだからなるべく肌が出ない格好で来たんだけど、そのせいでめちゃくちゃ暑い。後でユニクロかどっかで追加の T シャツを調達しよう。下まで戻ってきました。綺麗なジーンだったね。じゃあまたグラブで移動してご飯にしようと思います。時刻は11時過ぎ。土鍋チキンライスのお店にやってきました。チランのビブグルマンだから美味しいはず。周りの人は複数人でシェアしてるんだけど、一人でいけるかな。土鍋で炊かれたご飯とチキンにハイナンチーファンみたいなタレがかかっています。周りのお客さんに習って混ぜてみました。うまそうだ。ベジタブルはいるかと聞かれたので言われるがままに注文。ご飯も取り分けました。これで正解。タレの馴染んだご飯がうますぎる。屋根だけあるオープンエアな屋台。結局こういうのがうまいんだよね。これなら一人で食べきれちゃいそう。完食です。ちょっと焦げて取りきれないお焦げはあったけど、野菜も定番の味付けで美味しかった。ごちそうさまでした。お店の裏は太めの道路なので、ここでグラブを呼びましょう。土鍋ご飯屋さんはちょっと郊外の方だったので、20分くらいかけて中心部に戻ります。ちなみに今回の旅ではグラブを多用してますが、これはクアラルンプールの電車網がまだまだ弱いから。それに車の渋滞も他の国と比べればそこまでひどくないからグラブが使いやすいです。1回あたり10から30リンキットぐらいだから高くても1000円。そう考えると電車やバスで乗り換えながら行くよりも合理的です。中心部にはこんな感じでライトレールも走ってるので、うまく使い分けられるといいんだろうね。続いてやってきたのはムルデカ広場。ムルデカとはマレー語で独立。1957年にここでイギリスからの独立が宣言されました。周囲にはイギリス統治時代の歴史的な建物も多く残っています。今もここに大きな国旗が掲げられています。奥にはケールタワーと、そのさらに左奥にはツインタワーも見えますね。クアラルンプールって発展度合いの割に人が多くなくてのんびりしてるね。ちょっと暑すぎるのでユニクロに退避してきました。 T シャツを買おう。日程企業の進出で足りなかったら買うが、海外旅行でもやりやすくなったのは助かるね。カフェ休憩です。ここは北コーヒー。マレーシアのバリスタチャンピオンのお店です。2022年のチャンピオン。いろんなトロフィーが飾ってあるね。注文したのはカフェラテ。
ホームミルクも綺麗でいいラテだね。ここはファーレンハイト88っていうモールの中のさらに奥まったところにあるお店。多分事前情報がなかったらお店を見つけられないんじゃないかな。僕もバリスタ仲間からお店のことは聞いてたものの、場所が分からなくて掃除のおばちゃんに案内してもらいました。ラテはエスプレッソの味がちょっとフレッシュすぎる感じはするけど美味しいです。この隠れ家的な雰囲気も含めていいお店だね。ちなみにこれが外観。看板かと思いきや謎の落書きで、お店のロケーションがこんな感じの場所。ここにたどり着くには一度こんな従業員通路みたいなところを通る必要があります。このドアを開けるとショッピングモールにつながっている。これは難易度高すぎるでしょう。時刻はもうすぐ13時。一度ここでホテルに戻ってチェックアウトの準備をします。部屋に戻ってきました。チェックアウトまであと1時間。シャワーを浴びてさっき買った T シャツに着替えます。本当にいい部屋だったな。マリオットのいろんなホテルグランドの中でも W はかなり好きかもしれない。エンジンキットあった現金はかなり余ってしまいました。これは今度マレーシアに来るときまで取っておくことにしましょう。フロントから電話がかかってきた。エクストラタイムはいるかという確認でした。でももう支度も済んだのでこのまま出ます。今度はドアをノックされて開けたら別の人が延長確認に来ました。確認が手厚すぎるだろう。 W クアラルンプール。行きはグラブで来ましたが帰りは列車移動にします。なのでまずは KL セントラル駅までグラブで移動します。ケーリアエクスプレスがどんなものか乗ってみたい。駅までは10分500円くらいで移動できます。駅に到着。空港路線と他の路線の接続駅になってるんですね。ケーリアエクスプレスはキャッシュです。現金を使う機会を求めてるのに仕方ないのでクレカタッチで乗車します。この路線のおかげで年間530万台の車が不要に。汚染の軽減に協力してくれてありがとう。 CO2 の少ない手段でいい。なるほど、環境意識が高いんですね。ここで待っていればいいみたい。空港までは45分らしいですね。片道55リンギットなので2000円くらい。車内は結構混んでいて空席は少なめ。でも揺れは少なくて綺麗な車内です。空港に到着です。うとうとしてたらあっという間だった。出発会。2日ぶりに帰ってきました。今回はだいぶ体力も気力も回復させられた旅だったね。今回で地図旅として訪れたのは9カ国と地域になりました。地図塗りとしてはまだまだ先は長いね。この後は JAL のビジネスクラスで日本に戻る予定です。でもまた半月後には海外に出かけるんですよね。今度の行き先も初めての街。ご興味のある方はよければチャンネル登録もお願いします。
それでは今回の動画はここまで。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。